始まってますかね。始まってそうですね。いや、この時間からですね、始めてしまって、申し訳ないなという気持ちがあるんですが、ちょっと今インスタの方も、つけていきますね。こんばんは。なんでこの時間に皆さんいらっしゃるのかが全くわからないんですけど、今月の定期便のライブ配信がですね、しばらくできておりませんで、ようやく、今日、今この時間だったらいけそうということでですね、させていただこうかなと思っております。今月の定期便はですね、もう早速、入れていこうという、もう時短時短でね、進めていかないと、もう間に合わなくなっちゃうんで間に合わなくってどういうことですかね。あ、こんばんは、こんばんは。今、インスタと YouTube 両方ね、一緒に配信してます。あ、万博の予約頑張ってた。それはそれは。なかなかログインできないらしいですね、あれね。仕事の後まだ起きてました。仕事がそんなに遅くまで。いや、今回の、ブレンドもすごい美味しいですよね。あの、ちょっと自分でもびっくりするぐらい。あ、こんばんは。いやーね、自分で作ってて美味しすぎて、あの、あれでした。ちょっと自分用にも結構大量に保管するっていうことをやりました。いや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 、これやばいよね。いや、なんか、確かにアイスも美味しそう。もうすでに美味しそう。何も、あの、今絵しかね、見えてないはずですけどね。これ確かにね、酸が、ちょっと酸味がね、残るように焙煎したんですよ、今回のは。なんで、おそらくアイスもいいと思います。アイスにすると、やっぱちょっとこう細かめに引くんで、より甘さとかもね、際立つんじゃないかなと思います。ね、おじさんのお風呂上がりの姿をこう晒すのはいかがなものかなと思いながら、もう髪の毛とかもふわふわしちゃって、すいませんね。まあ別にね、皆さん、顔見てるわけじゃないと思うんで、別にいいでしょうということでね、最近はもう割り切ってやってますが昔は少し気をつけて、あの、ね、ちょっとこう整髪料をつけたりとかね、頑張ってたんですけど、もう最近はね、もうライブ配信はいいかっつってま、ラジオ代わりに聞いていっていただければと思いますよ。わあ、いや、これはね、すごいよ。今回のはマジでいい。なんか、今ちょうど飲みたい、マッチしてると思う、この今の気候に。ちょうど梅雨入りしちゃったんでね、ちょっと、それが逆にそれは何かのマニアの方ですねこれね、すごいんですよ。今回、お店で買えますか？今買えると思います。今出してるかも。はい。一応今回のは、作ってる最中に、これはうますいから、多分売れるなっていうので、一応一般販売も、今回する予定なので、多分、今日か明日ぐらいには、一般販売用のリンク作って、SNS とかで公開しますんで、もし気になる方はね、ご購入いただけると思います。うまいね。いや、このね、いいんですよ。なんか、苦味はしっかりあるんですけど、こう、しっかりどっしりとした苦味はあるんですけど、その上にめちゃくちゃこう、ぶわっとこうね、酸とフレーバーがブワンと上がってくるんですよ。しかも、すごく綺麗。ウォッシュ糖がね、多くて、今回はちょっとウォッシュ糖多めのブレンドになってるんですけど、いやー、
抽出はね、多分大丈夫だと大丈夫っつったらあれですけど、割と焙煎気をつけてやってるので、多分大丈夫じゃないかなと思います。今回は、ケニアとエチオピアナチュラルウォッシュ、あとボリビアのアナエロビックナチュラル。で、これはね、ジャバです。ジャバ。ジャバっていう品種ですね。で、あとはガテマラのウォッシュですね。なので割合的には、ウォッシュが結構多いんですけど、Java のね、アナエロビックナチュラルは、ボリビアのアグリカフェっていう、えっと、アルパカのマークのっていうとわかるかなアルパカのマークの、あれですね。なんだっけな。アラシータスとか、あの辺の農園やってる会社です。で、これがね、すごく良かったんですけど、なんか浅入りにした時に、僕あんま好きじゃないフレーバーで、なんかこれ深入りにしたらでもうまいんだろうなと思って、ちょっと今回入れてます。多分これもね、すごく効いてると思います。酸の要素と少しふわっとこう香ってくる、この若干スパイスっぽい感じとかね、いうのに、こうね、一役を担ってるんじゃないかなと。で、一応今回は、あれです。そう、ボリビアのジャバーはね、非常に高い豆ですね。だから今回原価高いっす。ちょっとね、やっちゃいました。うまいね。なんかこの、ちょっとね、カシスっぽい。僕はカシスっぽく感じるんだけど、皆さんはどうですかね。あと、オレンジとかね、プルーンとか、ちょっと暗い系の香りもありつつ、ただ果実味がすごくあって、複雑もさもすごくあって。かといって、好きじゃないフレーバー。なんていうんですかね、ちょっとこう、お茶っぽいっていうか、Java の、特徴なのかな、なんか割かし多いイメージなんですけど、結構なんかそうお茶っぽい感じがすごく出てて、なのに、その果実味みたいなのもちょっとあって、なんかそれが、こうあんまり僕の中ではマッチしない感じというか、そのテイスティングした時とカッピングで買わせてもらってるんですけど、そのテイスティングした時と、その実際入ってきた時で少し印象が違ってて、なんかテイスティングした時はもっとこう果実味全開みたいな感じだったのが、少しね、なんか弱くなってる感じがしたんで、これはなんかシングルとかでは出したくないなっていう感じになっちゃってたんで、ただブレンドとして使うと、いいアクセントがありそうだなっていう感じ。うん。なんかね、僕のブレンドはやっぱりいかに特徴がある豆を使うかっていうのは結構重要なポイントとして捉えてて、そういう感じだったら使いやすいなっていう。いや、美味しいね。これやっぱいいっすよ。うん。なんていうのかな、この名前がですね、麦秋っていう名前なんですけど、麦の秋って書いて麦秋なんですけど、麦のちょうど今、収穫時期というかね、あれなんですよね。麦がこう、ちょっとこう、黄金色になっている感じっていうのが、このちょうど梅雨前ぐらいなんですけど、なんか梅雨前ぐらいの気候ってやっぱ気持ちいいなっていうのがあって、それをイメージしておりまして、なんかそんなに湿度も高くないんだけど、なんか温度もそんなに高くなりすぎず、で風はちょっと冷たくて爽やかな感じというのを少し表現できたらなーなんて思って、ちょっとウォッシュと多めにしておりますね。うん。なかなか良いのではないでしょうか。あとね、梅雨のシーズンなんで、ちょっとこういう爽やかなやつ飲みたいですよね。いや、悩んだんですよ。こう、梅雨の時期に、こう、しっとりと、ちょっと、もう少し深めの焙煎にして、なんかこう、なんていうの、雨が降る中で、ちょっとこう、スモーキーなコーヒー飲むっつうのもいいじゃないですか。なんで、どっちか迷ったんですけど、なんか結構、毎年多いなと思ったんで、今回はちょっと爽やか系に振ってみました。いや、うまいね。これね、冷めてくるとだんだん味が変わるんで、これは本当にね、おすすめです。
素晴らしいと思う。で、今回はその酸を残すっていう焙煎方法で、焙煎をしています。なんで通常のものよりも少しだけフルーティーさが残っているんじゃないかなと思います。ただ、その分ね、後半が少し短い時間になるんで、ちょっとこう苦味はしっかり出るんだけど、酸が残るっていうような感じの焙煎度合い。少し意図的にこう内外差をつけているような感じの焙煎ですね。ねえ、焙煎って面白いですよね。今回のおやつは、じゃん。クッキー。もう、クッキーはお皿に入れるともう何にも映らないですね。じゃん。これが、これラングド社かな？ラングド社だと思いますね。こちらのラングド社。こちらのお店。スイーツに詳しい方はご存知かもしれません。こちら。お話が美味しい。それはおかしいな。これはですね、エーグルドゥースさんというですね、池袋からちょっと行ったところに、ございます。こちらもご用意がありますね。こちら。こちらサブレバニーユって、バニラのサブレですね。バニラのサブレだと思いますね。これもすごく美味しいんで、これもエーグルドゥースさん。エーグルドゥースさんはね、本当に、美味しいので、お近くの方はぜひという感じですね。池袋から一駅かなです。すごいいいよ。立地も、ちょっと駅から歩くけど、都内の人だったら行きやすいんじゃないですかね。あともう一つが、こちらです。京都の、グランバニーユさん。バニーユだらけになってますけど、今。グランバニーユさんはちょっとまた違う、京都のお店です。京都のね、スイーツショップですごく僕がお気に入りのお店です。皆さん京都行ったら行くといいです。めちゃくちゃ美味しいが。特に生クリーム系はすごいいいですね。グランバニーユさん。これもいくつかあるんですが、今日はこのですね、サブレフロマージュをいただきます。これチーズが入ってるんですけど、これマジでやばいよ。このサブレフロマージュマジでやばい。もう口に入れた瞬間に、ふわっつってこんな焼き菓子食べたことないなるんで、おすすめです。いつもコーヒーの説明よりもスイーツの説明に力が入りがちな私でございますが、今回コーヒーもですね、非常に力を入れて説明したいと思っております。余っちゃうともったいないからね。うまい。なんかこのぐらいの温度帯は、もうしっかり、ちょっとこう、アメチェっぽい感じ。アメリカンチェリーみたいな感じの、こう、ちょっと黒い感じの甘酸っぱい感じ。と、あとオレンジって書いてあるんですけど、多分ね、ちょっとこう、少し暗い感じのオレンジだと思いますね。じゃあまずは、ラングドシャいただきましょう。この時間に食べるラングドシャやばいです。うん。なんかラングドシャっていうと、ヨックモックのさ、くるくるって巻いてある細長いやつのイメージ、なんかちょっとあるんですけど、これはそれよりもね、全然カリッとしてて、香ばしい感じがありますね。もう深夜のコーヒータイムでございます。あ、俺どうも YouTube 全然、コメント流れないなと思ったら、コメントの部分だけ隠してましたね。うん。今夜はストロベリームーン。へえ。赤くなるのかな？ピンクっぽいのかな？最近変な焙煎機買って焙煎してるんですけど、大体の豆で1ハゼ174度。焙煎機の温度計は個体差というか、その温度計の感度とか、
あとは、もろもろ、こう、いろいろな要素によって違うので、他の焙煎機で200度で混ぜてるから、174度は早すぎるっていう感じは、まず1回全部取っ払った方がいいです。この焙煎機は174で混ぜるんだっていうのがまず、事実なので、そこから、プロファイルを、あの、構築していった方がいいですね。うん。全然よくありますよ。焙煎機が違えば。焙煎機とか、あと焙煎機同じでも、そのプルーブっていう温度計の、その素材とか、その質、この長さとかね、太さとかの質によって、あの、温度は全然違います。だから、プロバット200度で外れるけど、例えばね、うちの焙煎機だと190度ぐらいで外れたりとか、全然ありえます。あんま気にしなくて大丈夫です。ブレンドコーヒーの質問じゃないですが、ネルフィルター使う中で同じメーカーさんの中でネル生地の個体差感じたことはありますか？これはね、あの、僕はまだないけども、なぜなら、アマゾンとかでまとめて何十枚って買うので、そのロット差が多分あんまり出てないだけで、おそらく起こるんじゃないかなと思います。その生地の、あとは、ネルドリップの場合で言うと、そのパターンがあって、それを縫ってるんですけど、その形が若干違うなとかはある。あとは生地の個体差は、タイミングによって、その生地がどこの部分でね、なんかこう切り替わるタイミングっていうのが多分あると思うんで、それは起こりうるんじゃないかなとは思いますね。それで言うとね、ペーパーもあるっちゃあるっすけどね。なんか、僕がよく使っているペーパーでも、あれなんかこのタイミングというか、このロットはいつものと少し違うぞみたいないう感覚っていうのはたまに起きるので、多分ネルも同じなんじゃないかなと思います。ベリー系のフレーバーが匂いしてるかな。ピンクっぽいのかね。ジャカルタ現地でブリュワーズ出てる畠山さん見てました。かっこよかったです。ありがとうございます。現地で見てらっしゃるんですね。熱気のある会場で。すごかったですね。特にファイナルがね、すごかったですよね。うん。うまっ。いや、これうまいね。なんかね、このサブレバニーユっていう今、バニラ系のサブレなんですけど、ホロホロって口の中にこう広がっていくときに、甘さと塩味がポロポロポロっていろんなところで感じるんですよね。なんで多分ね、あの、割合塩が入ってんじゃないかなと思うんですけど、美味しいね。ありがとうございます。そのことで。もう眠そう。寝てください。明日の某コーヒーイベントには出現しますか？バリスタリーグですか？僕、ジャッジで行きます。フィルターコーヒーのジャッジで、入らせていただいているので、10組かな？ 10 組の方が、今回エントリーされているので、その方々の、僕はフィルターコーヒーなので、多分器具自由かな？エアロプレスなのか、ドリップなのか、皆さんわからないですけど、なんかフィルター通したコーヒー、ブラックコーヒーは僕がジャッジをさせていただきます。夜というか夕方からなんで、はい。この時間でも大丈夫でしょうと。焙煎勉強したいですけど、独学だと大変ですよね。うまくいかなすぎてモチベがいい時期。なかなか、うまくいかないですよね。でも、うまくいかない豆をね、抽出してると、抽出うまくなりますから。僕がなんか抽出、大会の実績で始めたのは、自分で焙煎して全然美味しくなかった
のがきっかけだと思います。で、それをどうにかして飲まなきゃいけないと思って、いろいろ検証してたら、なんかこの条件で抽出すると、ネガティブな味出にくいとかね、そういうのが分かってきて、うん。なので、まあそれもまたね、経験だと思って。レーズンバター、どんな豆が合うでしょうか？ペアリングの話。レーズンバターってなんか何でも合いそうですけどね。油分もあるし、甘さもあるし、なんか、いろんな豆でいけそうな気がしますね。ま、なんかちょっと深めとかの方が、なんか釣り合いが良さそうな気はしますけどね。うん。どうですかね。僕はシティローストぐらい、なんか焙煎度合いで言うとシティローストとかぐらいで、少し香ばしい系でもいいし。うん。エチオピアナチュラルの深入りとかもね、合いそうですね。レーズンバターサンドっぽく、こうするんだったら、少しこう、なんかナッツっぽい感じのこう香ばしさのあるものとかと合わせてもなんかちょっと美味しそうかなとか思ったりしますね。これもすごいんですよ。この今ね、サブレフロマージュなんですけど、これがね、すごいんすよ。うん。もうね、ホロホロホロっていなくなっちゃう。鳥みたいになって。ホロホロホロっていう鳥いそうじゃない？わかんないけど。もう何の、内容もないお話ですけどね。何をね、ホロホロホロって鳥いそうってね。自分で言ってて、なんてバカな会話してんだろう俺って思いましたね、今ね。いやー、美味しい。ブラジルのマラゴジッペのような大きい豆にスクリーンサイズの格付けって意味があるんですか？ないんじゃないあんまり。ないと思いますよ。まあね、そもそもほら、もう、スペシャルティの考え方じゃない時期にそういうのが、できてるんでね。うん。大体みんながムンドノーブを植えてるよねっていう中だったら、その中でのスクリーンサイズっていうのはやっぱりね、多少意味があるものだと思いますけど、そもそもね、パカマラですとかさ、ね、エチオピアのモカみたいな品種、ほんとちっちゃいやつとかだったら、ね、そもそもちっちゃくてもうまいとかっていうのはありえますからね。ほろほろほろっとほどける鳥。ほどけたら怖いっすね。確かにね。最近ちょっと AI の、なんかなんていうの、動画っていうか、ストーリーズとかで、なんか AI が作ったであろう動画みたいなので、すごい怖いのありますよね。なんか鳥がだんだん人になっていくとかさ。なんかそういうの見ちゃうとちょっと怖って思いますけどね。うまいね。やっぱりこのコーヒーはやっぱりいいっすね。いやー、美味しい。いやなんか今回のは質感もまあまあいい感じなので、あのなんていうんですかね。その単体でももちろん美味しいし、何かと合わせていただいてももちろんいいんですけど、なんかこうブラックでそのまんま、こうね、飲み続けたいなっていう感じですね。
可愛い人が人魚になるやつ、確かに流れてくる。はいだしょうこってわかります？僕ら世代だと、しょうこお姉さんって言ったらわかんのかな？歌のお姉さんだった人が人魚になるやつ、見て、すげえ可愛いと思って。はいだしょうこさん好きなんですよね、僕ね。いや、12時までに寝ようとしてたのは、なるべくね、継続していこうとは思ってるんですけど、もうね、今、このぐらいの時間しかなかったんですよ。今なんかちょっと忙しくてですね。まあまあ、大会終わって少し、ちょっとだけ落ち着いたかなと思ったんですけど、まあ、今までやってなかった仕事とか、大会後に入ってくる仕事とかっていうのが、急にバーっと入ってきてですね、ありがたいことになるんですけど、ちょっと今、あの、だいぶ忙しくさせていただいております。ただ7月はね、結構暇なんで、7月なんか、やろうかなと思ってますけど。大会お疲れ様でした。明日のイベント行きませんが、楽しいイベントになることを期待します。大会の後ですね、ちょっといい実績だったらすごく良かったんですけど、まあまあな実績だったんであれなんですが、バリスタリーグっていうのをね、明日やりますんで、バリスタリーグは、もういろんな、拠点で、拠点というか、いろんな国で開催されている、そのバリスタの大会なんですけど、それがね、たまたま今回はアジアの区域は日本でやりますよということで、えーそのジャッジにお呼ばれしているので、なんか、楽しいイベントになるといいなと思っております。あの人の描く絵が一番怖い。あの、に、なんていうんですか、絵描き歌のやつですね。今度定期便でアイスコーヒー用のブレンドを作ってほしい。なるほど。アイスコーヒー用っていうと、どういう感じのイメージなのかな。結構深めってこと？忙しいのはね、いいことではあるんですけどね。メンバーシップの YouTube はですね、来週になりそうですね。もう今週末ぐらいまで、結構朝から夜までみたいな感じなので、来週の多分ですよ、16あたりから少しブリュワーズカップフォーカスのね、回が2、3回にわたってやってもいいかな。怒られちゃうかな、皆さんに。ただね、もう、1、2時間とかじゃ終わんないんですよ。なんで、ちょっと何回かに分けて、世界大会の報告会、あとはブリュワーズカップの、なんか、解説っていうとなんかあれなんですけど、ブリュワーズカップにまつわる、セミナーというかね、っていうのをやりたいなと。だから一応ブリュワーズカップ出たいなって思ってる人は、とりあえずそれ見ときなっていうぐらいの、内容にできればなと思っています。そう。もうね、出る人はもうその翌週というか、もう20日ぐらいから、多分予選が始まっちゃうんで、今年の人にはちょっと間に合わないかもしんないけど、来年出ようとか、今年出たけど、ちょっと結果振るわなかったよ、来年に向けて頑張るよっていう人は、なんかどういうこと頑張ればいいのかっていうのを、少しセミナーでお話しできたらいいかななんて思ってますけどね。なんで3回ぐらいちょっとブリュワーズカップ寄りになる予定なんですけど、なんかあんまりブリュワーズ寄りだとね、こうすごく狭まっちゃうんで、なんか別の内容も少し盛り込みたいなとは思ってんだけど、バリスタリーグはネットフリックスとかによくあるガチンコ料理対決感。へえ。実はね、僕あんまり知らないんですよね。なので、ちょっと楽しみではある。
なんかお客さんも結構楽しそうな雰囲気ですよね。こんばんは。畠山さんがうまいと思うアイスコーヒーがいいです。難しいですね。何がいいですかね。まあでもなんかね、アイスコーヒーだったら、ちょっと細引きにして、ね、しっかり中の味を出す抽出になると思うんで、なんかそういう抽出で美味しくなるような、なんか焙煎方法を少し工夫してもいいかもしれないですね。うん。結構浅めな見た目してると思います。いつもと焼き方違いますか？いつもとちょっと違う。なんか苦味の加減は多分ね、いつもとあんまり変わんないんですけど、あの、排出温度、焼き終わりっていうんですかね。ドロップの時間というか、温度というか、焼き上がりは少しだけ温度を下げてて、え時間も少し短くしてる感じですね。なので、ちょっとだけ浅い雰囲気なんですけど、まあ、苦い感じはね、割と同じ感じだと思います。なんだけど、しっかりと酸味が残ってるっていう感じですね。うん。これがね、難しいですけどね。去年の冬から焙煎始めたんですが、梅雨の時期になって焙煎の勝手が変わって四苦八苦しています。もし対策があれば教えてください。いやー、どうですかね。梅雨の時期になってっていうのが、まあ、なんか湿度なのかなって簡単には思っちゃうけど、生豆の温度も結構変わってるからな。あとは、もし生豆が、もしもですよ、その当時買ったものが、今も使い続けてるんであれば、その生豆の状態はかなり変わってるはずですね。うん。なんかね、焙煎のその季節の移り変わりっていうのは、確かに気候が変わる、温度が変わる、あと湿度が変わるっていうので、あと気圧が変わるっていうので、だいぶこう変数がいろいろあるんですけど、わりかしめっちゃ大きいその影響は、生豆の温度だと思ってます。生豆の温度はめちゃくちゃ変わる。だって夏場さ、例えば25度の環境のね、置いてあったものと、冬場、朝来て、例えば10度以下とかになっちゃってる室温で焙煎始めるものでは、それだけで、生豆の温度が20度違うから、ね、その20度違うものを毎回同じように焼き上げなさいって言うと、やっぱ相当しんどいからね。生豆の温度は一定に保てると、非常に品質が安定しやすいと思います。湿度は、まあ、影響あるっちゃあるんでしょうけどね。それよりは、生豆の管理の方が重要かもね。焙煎時に湿度がめちゃくちゃ影響あるかって言われると、多分まあ影響は出るんですけど、袋が密閉されてない状態で、その梅雨時期とか湿度が高い時期に保管をしていると、やっぱり生豆にすごく悪い影響が出ます。なんでそこは気をつけた方がいいです。うん、ワインセラーいいと思います。僕もいい豆とかワインセラー入れてたりしますし、今もう冷蔵庫とかですけど、量が増えちゃってると、どうしてもね、でっかいワインセラーって超高いからもう冷蔵庫でいいかなみたいな感じになっちゃってますけど、ま、ほんとはね、その振動とかも良くないでしょうからね。ちなみに今パラダイスを少し薄めでアイスコーヒーにして飲んでますが、爽やかでうまいっすよ。確かにね。あれ系もいいですよね。うん、美味しそう。もう僕はね、ないんですよ、確かもう豆が。
定期便の豆はエスプレッソで抽出しても美味しくいただけますか？まあ、美味しいと思いますよ。あの、今月のってことかな？今月のは全然いけると思います。今月のはね、少し酸が出やすいので、なんか、しっかりめに、まあ、うん、なんていうのかな。甘さがちゃんと出るように、抽出してあげると、わりかしいろんなものに合いやすいかなと思いますね。うん。まあ、ラテとかにしても美味しいと思います。大会お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様大です。どうしたんだいやー、大会はね、マジで疲れるんですよ。冷蔵庫で生豆を保存した場合、どれぐらい持つと考えてますか？いや、結構長いと思います。ただね、密閉してるかどうかと、都度開けて閉めてだと結露するんで、その条件がまだ検証しきれてない。ただ、バキュームでずっと保管してたやつは1年以上持ちました。ちょっとだけ、初めのフレッシュな感じっていうのは、なるほどね。ありがとうございます。スパチャを送ってくれようとして先にコメントだけ上がってきちゃったやつですね。ありがとうございます。そう、まあ、なんか冷却しとくと割と長いっていうのは、もうやっぱりいろんなところで言われてる通りで、あとは、密閉してることと、あと開封あんましない方がいいんで、できれば小分けして、あの、1回分ぐらいずつとか、まあ、せいぜい2回分ぐらいずつとか保管しておくといいんじゃないかなと思いますけどね。うん。うん。美味しかった。いや、さすがにこの時間でまあ、でもなんか、こんな時間なのに、なぜ40人近くとか、ま、これインスタも見てる方いらっしゃるんで、ま、もうちょっと人数見てらっしゃるわけですけど、すごいっすね。みんな寝ないのかな？いやいや、でもね、ようやく、なんか、やっぱ大会終わった後は、なんていうんですかね、こやっとタスクが終わったみたいな、その達成感なのか、なんか今までこれに向かって頑張ってたけど、それが終わってしまったっていう、その目標の喪失感というか、いうので、なんかあんまり気が乗らないみたいな気持ちがずっとあったんですけど、ようやくなんか最近、少しずつ、あの、良くなってきて、はい。なんかやろうみたいな感じの気持ちが芽生えてきましたね。で、今年はその大会の世界大会出てた期間中に、日本のブリュワーズカップの申し込みが開始されてたんですよ。なんで、今年ブリュワーズカップには、僕は応募してないんですね。なので、まあ、なんか、ま、こういう表現がいいかどうかわかんないですけど、ま、暇だなっつね。いや、ブリュワーズカップとか、ね、結構そのリソースを割く大会に出てたんで、なんか、それが今年ないんだと思ったら、まあ、わりかし暇なんですよね。なんかやんないとなと思ってるんですけど、何がいいですかね？何がいいすか？今年僕がやるなら何がおすすめですか？こうやってみんなに聞いて、うちブリタ使ってます。ブリタの前に1個浄水器かましてるんですけど、だから浄水器二重で使ってるんですけど、すごく美味しいですよ。なんか前までペットボトルにしてたんですけど、なんか、ペットボトルはペットボトルで、なんかちょっとあれがあるじゃないですか。マイクロ
プラスチックとかなんか聞いたら、なんかね、そうですかみたいな。YouTube また撮りましょう。萩原さん。あの、な俺そんなに話すことないです、もう。何話せばいいの、俺。なんか、なんか話すことがあれば全然、はい。企画でもいいですけどね。今更ですが、畠山さんのライブってタイミング決まってたりしますか？気づくと始まってて油断も隙もありゃしません。タイミングは、僕の気が乗って、かつ、時間があるとき。要するに決まってないってことですね。いや、これね、なんか今年はちょっと変えなきゃいけないなとは思ってるんですけど、はい。もう少し真面目に YouTube をやった方がいいんじゃないかっていうのはね、非常にね、いろんな方々から言われておりまして、本当に方々から今言われているので、ちょっとね、真面目にやろうかなと思ってるんですけどね。うん。なんかこう、なんていうんですかね、すごく企画っぽくしちゃうユーチューバーさんがやっぱ多いじゃないですか。なんかそういうのあんま向かないから、もう少しちゃんとコーヒーの情報とかをね、発信したりとか、もう少しなんかライトにできる企画というかね、なんかそのシリーズものみたいなのをやりたいなと思ってるんですけどね。なんかどっかの豆買ってきて、それを入れるだけの動画とか需要あるのかな？でもなんかよく言われるんすよ。あの、どういう意図で、どういう風に調整してるのかを知りたいみたいな声がすごくあって、イベントの前とかに、朝調整するじゃないですか。で、その調整してる過程をセミナーにするとかっていうのの需要がすごく高いことが最近分かってですね。一番初めは確かね、川越のマッキーコーヒーさんでイベントやった時に、調整の過程も見せた方がいいんじゃないって言ってくれて、で、そこもちょっとセミナーみたいにさせてもらったんですけど、それのすごく反響が良くて、いや、確かに皆さん家でコーヒー入れてて、同じ味になったとして、仮に。同じ味になったけれども、その後どうしていいのみたいな風になってるんだろうなっていうのが、そこでなんかすごく分かって。なんでね、ちょっといろんなところのコーヒーを入れる動画っていうのも、もしかしたら需要あるんじゃないと思って。例えばですけど、この前イベント行かせていただいたアバウトアスさんのコーヒーを買ってきて、で、うちで入れますと。じゃあ、アバウトアスさんのところとうちだと、まずコードが違うっすよね。とか、なんかそういうので、あ、こういう味になったんで、じゃあ次こうして入れますみたいな感じにして、味を変えていくみたいなことを少しずつやっていくと、なんかみんなその調整の幅みたいなのが広がってったりとかね、意図せず抽出理論の解説が始まったりとかするんじゃないかなと思ってるんですけど。全国の美味しい水を求める旅。昔やってたんすよ。昔ね、湧き水ハンターみたいなことをやってた時期があったんすよ。ライブ配信のほんと初期の方まで、あの、戻ってもらうと、昔の、なんていうのかな、ほんとね、20年とか21年とかぐらいのタイミングで、いろんなところの湧き水を汲んできて、ホテルで入れたりとかしてるんですけど、全国の美味しい水はね、ほんとに奥が深い。なんか、同じ、なんていうんですかね、源流が同じ水源なんだけれども、少し距離がある湧き水の違う別々の場所だと、味が違ったりとかするんですよね。そう、だからその、水源がちょっと混ざってるみたいなこととかもあったりするわけですよ。あの、俺暇だっていう発言に対して、パチスロって言われてるんだけど、パチスロはやんない俺。暇なんだもん、座ってんの多分。
あとね、タバコの匂いきついっす。いろんな器具で入れてほしい。解説付き。確かにね、器具系はね、確かにね、俺結構需要あるかもしんないですね。うん。なんか僕結構その、抽出マニアックなんですけど、抽出好きなんですよ、結構ね。で、普段はフラワードリッパーとかで入れてるんですけど、この前、アバウトアスさんの、イベントでは、CT20 CT62 っていう、まあ、最近話題のね、こういう溝型というか、リブがこう出っ張ってなくて、こう溝が彫ってあるみたいな形の、ドリッパーだったんですけど、なんかそれで入れる時に、あ、こういう感じの味わいになりやすいから、こうやって入れた方がいいなとかね。なんかそういうのとかをやっててね、すごい楽しかったんですよね。なんでいろんな器具もいいかもね。もうカフェックのアンバサダーも、終わってるんで、いろんな器具使えるんでね。確かにね、いろんな器具いいかもしれないですね。畠山さんのセミナー、イベント参加したいです。セミナーとかね、なんかね、僕、あの、セミナーとかをちゃんと構成して作ろうって何度も思うんですけど、なんかね、完成度がね、あんま高くなくなっちゃうんでね。ま、でもなんか、セミナーとかはやりたいですね。特に今一番やりたいなと思ってるのが、あの、お店のコーヒーをもっと美味しくできるのになって思ってます。自分の店じゃなくて、他のお店。豆まではすごくいいのに、ちょっと焙煎がなって思うところとかもたくさんあるし、これもうちょっとちゃんと抽出したらめっちゃうまいのに、なんでだろうとかっていうこともまあまああるんで、なんかその辺のその改善を少しお手伝いできたらなっていう気持ちと、うん、あとはその大会のクオリティ、その例えばブリュワーズカップとかね、いうので、使うようなコーヒーの液体を作るには、どういう豆が必要で、どういう焙煎が必要で、どういう抽出が必要なのかみたいなのが、なんか、実はあんまり知られてなさそうっていうのが、ちょっと気になっていて、なのでその辺のなんかこう、体験型セミナーというかね、ちょっとがっつりこう時間を取って、セミナーするっていうのもありかなっていうのはちょっと思ってはいたんですよね。あ、ランドメイドの上野さんのようながっつりめのセミナーね。はい。そうなんですよ。なんかそういうのは少し需要ありそうだなとは思っています。昔ね、ちょっとやってたんですよね。川越コーヒー大学みたいなやつで、あの、初級編のハンドドリップセミナーの後、中級編とか、なんかその辺になってくると、抽出してもらったコーヒーを僕がテイスティングして、まあ、次もうちょっとこうした方がいいですよみたいな、その繰り返しみたいな、ワークショップやったりとかね、してたんですけど、なんかそれのもう少しね、あの、専門性が少し高い感じのものとかね、やっても確かに楽しそうですね。南極コーヒー企画って何？南極まで行くの？俺。あ、パトリシアさんでのお帰りなさいバージョンイベント。おそらく何かしら、一緒にできたらいいねって話はしてます。うん。なんかその世界大会に向けていろいろご協力してくださったところとは、ま、何かしらの形でね、またお礼を兼ねてさせていただければなと思ってます。YouTube よりもリアルで聞きたいことかも。いや、それを見越していると言いますか。YouTube で聞いてると、実際のとこどうなんだろうって気になるじゃないですか。そうすると、実際に、まあ、味わいに来ていただいたりとかね、ワークショップやるときに来ていただいたりとか、いうのにも繋がるんじゃないかなっていう。なんか、まあ、ぶっちゃけその座学とか知識面って、もう、そんなにさ、誰も差がないというか、すぐにね、手に入っちゃうので、
ね、なんか今ちょっとリアルがやっぱり重要だよねっていうのは僕も思ってます。あ、メンバーシップのライブでいいんじゃないか。確かにね、メンバーシップのライブもでもいいですね。ただちょっと時間が持たない。3D プリンターでドリッパー作ってみた企画も見てみたいです。3D プリンター買わなきゃいけないですからね。でもね、ちょっと欲しいんですよ、本当に 3D プリンター。なんかちょっとしたものを、なんかこう、コーヒー用に限らずね、例えばですけど、僕植物好きじゃないですか。なんか植物の用途で使うものとか、なんかこういうのあったらいいのになみたいなものが、割となんか多くて、でも実際作れるかどうかわかんないですよ。そのデザインして形になるかどうかわかんないんで。でもなんか 3D プリンターとかね、いいなとは思ってましたね。実は世界大会に向けても、新しいドリッパーみたいなものを少し考えてたんですけど、なんかそれがね、うまくいかなくてダメだったんですけど、なんかそのダメだった理由は、形がダメっていうよりかは、その素材と、その素材に対して、ちょっとこう、塗装をしないとね、食品衛生的になんか微妙だよねっていうので、塗装をしたんですけど、塗装の匂いが取れなかったんですよ。なんで、ああ、そう、塗装の匂いがあるんだみたいな。なんで、もうそもそも 3D プリンターはあくまでも形をこう決めるだけで、あと形決まったら、なんかちゃんと工場とかでガッと作ってもらわなきゃいけないんだなっていうのを実感した次第でございます。何々の豆、俺ならこういう、それあれでしょ、リクト君のやつでしょ。リール流れてきますよ、僕んとこも。あの感じはちょっと出せないけど、近しいことですね。うん。メロドリップを大会で使ってましたが、メロドリップのコツがあればアドバイスいきたいです。メロドリップはね、高温で入れた方がいいです。うん。メロドリップは高温。なぜなら、メロドリップに当たった時点で、まず何度か下がって、その下のこうポタポタになってる時点でまた何度か下がるから、実際の抽出温度は超低いはずなんですよね。なので、なるべく高い温で入れた方がいいです。うん。そのぐらいじゃない。あとは攪拌が起きないから、その、ね、いかに抽出効率を上げるかっていう局面においては、少しだけ不利に働いちゃうので、なんか初めは攪拌を起こすためにメロドリップ外して抽出するとかでもいいかもしれないですけどね。喫茶店で店主に豆が鳴いてるよとか言ってみようね。いや、それ炎上するわ。そう、炎上するでしょ。大変なことになります。炎上しなくても出禁になる。お蔵入りになる、多分動画が。なんか、某有名なユーチューバーの方も、そういうので何件かお蔵入りになってるっていう話をこの前ちらっと聞きましたけどね。いや、ウケるなと思って。銅などの金属系だと塗装が難しそう。ああ、そうなんですね。でも確かにね、銅とかって、なんか、青くなっちゃいますよね。ね、なんか、青いサビみたいなやつ出ますもんね。あれがそうでしょ、日本の屋根のさ、あの、緑色っぽい感じの屋根、あれ実はもともとは銅でしたみたいな感じになっちゃうんですよね、きっとね。3D プリンターで型起こして、耐熱シリコンで、なんていうの、これ鋳造っていうものかな用の型を作り、錫を温めて流し込めば、ある程度の型の金属ドリッパー作れますよ。メッキされる側なので、食品衛生法も多分すれば。なるほどね。確かに。錫メッキですもんね、銅とかはね。確かにな。確
かに。錫のドリッパー最近、エイトスさんとかも作ってますよね。なんかね、ちょっとイオン効果があるって言ってましたけど、イオン効果、いや、眉唾でしょって思ってたんですけどね。錫で作った器で、同じコーヒーをね、飲み比べたんですよ。いや、確かに味がめっちゃ変わるんですよ。なんで、錫のドリッパーは、なんかその、ちょっとこう渋い感じとかを少し軽減してくれる効果がありそうだなっていうのは少し思いました。あと酸も丸くなるのかもしれないね。もしかしたらね。コーヒーのケトル以外でのお湯の注ぎ方はありますか？紙コップ。紙コップを先っぽをこうなんていうの、くちばしみたいにして、ヒューって注ぐと、結構コントロールしやすく注げますよ。あんまりやることないと思いますけど、なんかホテルとか行って、アパとかだともう名指しであれだけどさ、アパとかってさ、紙コップがいくつか置いてあって、で、なんかケトルはティファールみたいなザバッと出ちゃう系のケトルみたいな時は、どうしても細く注ぎたい時は、紙コップに移して、くちばし状にして注いであげると、やけど注意だけど、注げます。とかぐらいかな。ぶっちゃけね、やかんとか、例えばティファールみたいなケトルとか、じゃあ、それしかありませんってなった時って、じゃあティファールみたいなもののケトルで注いだ時に起きる現象っていうのが、普段のドリップと違う変数じゃないですか。なんで、その変数において、美味しく抽出できるような組み合わせを組んであげれば、美味しくできるんですよ。なんで、もうめっちゃザバって落ちちゃうみたいなやつとかは、例えばですけど、2等とか3等ぐらいのその少ない等数で抽出効率をバーッと高めて、そのいい成分をガッと落として、で、ドリッパーすぐ外しちゃって、あと希釈するとかね、とかでも全然美味しく入るんで、なんかこう変数の組み合わせだけだから、何でもいいんすよね、本当はね。世界大会で気になった抽出法、プライのやつが面白かったんで、オレアだったと思うんですけど、あれみたいなやつ。トリコレートみたいな感じのやつをオレアが出してて、まあ、あれはなんか面白そうだなと思いましたね。あ、原料の錫の玉っていうのがあるんですね。45ミリ径の錫の玉をパラゴンみたいに使うと結構味が変わって面白い。いや、面白そうっすね、それね。でも、パラゴンと違って冷やして使ってないから、別にパラゴンのパクリとかじゃないっすもんね。いや、イオン化するんでみたいな、そういう話ですもんね。あと世界大会で面白いことやってる人いたかな？まあ、あとマリアンは面白かったじゃない？アイスのコーンみたいな2つ並べて、で、ブレンド作りますとかね。あの、カフェクのディープ27だっけ？アイスのさ、コーンみたいなやつ。あれの形状のを2つ並べて、違う豆が入ってるみたいな。とかね、面白かったです。あと、シバリストの、セパレートできるフィルター、真ん中にこう仕切りがあって、こっち側とこっち側で豆を変えられるフィルターがあるんですけど、だからそういうのとかを使ってる人とかもいて、なんかどんどん面白くなっていってますね。その粉に結構、粉自体をこうフォーカスしてる人っていうのもいて面白かったなと思いましたね。まあ、僕もそうですけど、その粗い粉が先に入ってて、でね、細かい粉を後から入れるみたいな。まあ、ちょっとね、手間かかるんでおすすめはしないですけどね。なんかでも、面白いですよね。もうちょっと突き詰められたんじゃないかなっていう感じがしてます。自分でも、粉をこうセパレートして追加していく抽出方法についてはね。確かにな。鈴ね。いやー、でもなんか自分の抽出器具作ってみたいですよね。グラインダーからすべて
すべて全部自分のみたいな作ってみたいですよね。だって全部自分のにしたら、それがこう全部入る、こうなんかアタッシュケースみたいなさ、あの、ちょっとなんかこう、ふわふわした、なんかこう、ウレタン素材みたいなのでカチッカチッカチッって全部はまるようにして、こうやってそれだけ持ってけば、どこでもコーヒー抽出できますみたいにしたいですよね。あれみたいな、野立てみたいなさ、感じにできたら楽しくない？お茶とかあるじゃないですか。ね、その、野立てっつってこう、屋外でそのお茶をね、立てるみたいなやつとかね。そういうのとかができたらすごくいいっすよね。アウトドア用みたいな感じとはまた違うだけど、ちゃんと品質もこう高いものを、あの、作りたいんだけど、なんかそれを持ってって屋外でみたいな。スイッチのステンレス球を鈴の玉に変えるだけでもそこそこ変わる。へえ、そんな発想はしたことなかったっすね。でもさ、それさ、結構チートじゃない？それ面白いっすね。コンパルソリーとかやったら強いんじゃないの？確かに。面白い。へえ、いや、それ、なんか、ブリュワーズカップの人、それ、ね、ヒントな気がするな。それさ、もう売ったら売ったらいいんじゃないですか。その、スイッチ用鈴玉みたいなやつにして、メルカリで高額に売れると思います、それ。だって2時間金属でヤスリでヤスるんでしょ？もうさ、ね、そのちょうどこう、丸く球体にする技術とかも考えたら、もうね、多分数万円とかかかっちゃうんじゃないかなっていう。そう、ちょっと畠山モデルはね、いつか作りたいなとは思ってるんですけどね。まあ、でもまずはさ、いろんな器具で抽出してみて、今、割と日本で出回ってる器具は使ったことがあるんですけど、オレアとか、あの辺はまだ使ったことがないんでね。なんかどういう条件で、どういう味になってるかっていうのをしっかり検証したいですよね。なんか塩水系はなんとなく、その塩水系の完成形みたいなのは、もうなんとなくちょっと見えてるんですよ。多分こういう構造だったら、あの、美味しくなるんだろうなっていうのが、なんとなく頭の中にあるんですけど、その、フラットボトムとかは、まだやっぱりね、ちょっと経験が少ないんで、フラットボトムとかもいっぱい使ってみたいですよね。特にオレアの、その、底面を変えると、そのスピードが変わるとか、それがどのぐらい味に影響するのかとか、なんかその辺はね、ちょっと検証したいところではあるですね。そっか、こういうの YouTube でやればいいのか。ね。だって YouTube でやれば、買った分の金額は、全部経費にできるもんね。お得じゃんね。確かに。俺の検証にもなって、皆さんももしかしたらちょっと楽しめるかもしれなくて、そして経費になる。素晴らしいですね。いや、そろそろもう1時間経つんでね。お疲れ様です。2時ですよ、もう皆さん。寝ないんですか？さすがに僕もそろそろ寝たいなと思ってます。っていうことでですね、あ、やばい。これトップチャットになってたな。もしかしたら、YouTube コメントしたけど、読まれなかったっていう方は、もしかしたらごめんなさい。チャットの表示がトップチャットって言って、なんか、全部見れますみたいな、その、チャットっていう種類と、トップチャットって言って、なんか、少しこう、
YouTube 側が選別して出してくるやつがあって、もしかしたらそれで読めなかったものがあるかもしれない。すいません。今目が覚めました。いや、まだもう1回ぐらい寝た方がいいです。まだ2時なんで。いや、でもなんか若い頃と比較すると、ね、その夜中に目が覚めてからの再就寝しづらさみたいなのありません？寝つきが悪いなみたいな時あるんだよね。やっぱ運動してないからだろうな。いや、もう分かってるんすよ。僕の今の悩みのほとんどは運動で解決するということが全て分かってるんですけど、なかなか運動ってできないよね。なんでだろう？家でできないからかな？いや、でも、家でも腕立てとかはできるはずなんだよな。難しいね。好きじゃないんだろうね、運動がね。あ、紙コップやってよ。ぜひぜひ。あとなんかあるかな。まあ、紙コップが一番手っ取り早いよね、多分ね。はい。ということで、じゃあそろそろ終わりましょうか。恒例のじゃんけんをしましょう。皆様、準備はよろしいでしょうか。多分これね、大半の人は寝落ちしてるから、全然じゃんけん出てこないと思うんですけど、もうこうアーカイブ見ていただく方もいらっしゃるんで、はい、一人でやろうと思います。あ、4時半頃にね、4時半だときついっすよね。二度寝できなくなるよね。確かに。では、いきますよ。じゃんけんしますよ。よろしいでしょうか。最初はグー、じゃんけんポン。いかがでしょうか。グーを出しました。私はグーを出しました。あ、意外と皆さん起きてる人は起きている。いやー、すごいっすね。いやー、ありがとうございます、皆さん。ああ、インスタの方もありがとうございます。夜中に起きること一度もない。いや、若いよ。いや、だって、若いじゃん、そもそも。そもそも十分若いから。あと10年、15年ぐらいしたら分かりますよ。10年ぐらいかな。うん。だんだんね、あれですよ。30過ぎたぐらいからお酒飲むと、あってなってきて、で、お酒飲まなくても夜中、あってこう起きるタイミングっていうのはありますから。まあまあいいか。ということで、皆様本日もお付き合いありがとうございました。YouTube のメンバーシップは、おそらく来週ですね。16、7、8あたりでやりたいなと思ってます。はい。ぜひ、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。いいよ。